こんにちは、モネです。4月に憧れだったイルビゾンテのシステム手帳を手に入れて、もうね、新しい手帳は当分増えないだろうって思ってたんですが、なんと新しい手帳が仲間入りしました。ちょっとね、これは自分でも予想外すぎて驚いてます。しかもね、今回新しく仲間入りした手帳は、今までシステム手帳を探してきた中で出会ったことがないデザインでした。なんて言うんだろう、ありそうでなかったっていうか、結構ね、すごく個性的でおしゃれです。ということで今日は新しい手帳の開封をしていきます。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。それでは早速新しい手帳とご対面していこうと思います。お店で実物を手に取って見て、で気に入ったものを買ってそのままお家に持ち帰る買い物ももちろん好きなんですが、こうやって小包で届くのも結構好きなんですよね。最近では日付指定もできるし、メールで再配達を教えてくれるので、そこまでサプライズ感はないんですが、あえて時間指定はしないでお家に届くのをまだかなって結構待つのが好きです。段ボールを開ける瞬間が毎回ドキドキします。外箱も可愛いですよね。西洋な雰囲気が漂ってます。よーく見るとシステム手帳の穴とか万年筆かな、他にもインクのボトルや分度器とかでペン先とか、文房具好きさんの心をくすぐるイラストたちが細かく描かれてます。こういうね、可愛い箱なかなか捨てれないんですよねせっかくなので細々したものを入れる文房具箱みたいに使おうと思います。そして新しく仲間入りした手帳バインダーがこちらです。やっぱりね、現物も可愛い。なぜかね、一番大事な手帳とのご対面の瞬間の動画が撮れてなくて、この動画はね、後撮りになってます。ちょっとね、悲しい。今回新しく仲間入りした手帳は、株式会社文章さんの新しく立ち上げをされたブランド、レッツステーショナリーグッズ、略してレッツのクリアシステム手帳バイブルサイズです。ブランド名がね、もう好きですね。さあね、文房具を楽しもうって。この楽しいおうち時間もやっぱり楽しむっていうことをすごく大事にしてるので、なんか通ずるものを感じましたね。私は革の手帳もビニールの手帳も両方使ってますが、2つの素材を組み合わせたものは初めて。ありそうでなかなかなかったんですよね。しかも組み合わせ方のセンスがめちゃくちゃ好みでした。上と下に入った革のラインで、ベルト部分でレッツのロゴの位置、そして角っこにある丸いスタッツがなんだかね、ファッション的なものを感じます。人と持っているものがあまり被りたくないっていう人や、個性的なバインダーを探してた方とか、あとファッション性の高いものが好きな方とかは、このバインダー好きなんじゃないでしょうか。ビニール素材ってどこかカジュアルになりがちなのに、革の使われてる面積とか位置なのかな、結構ね、品も感じるんですよね。そしてビニール素材ですが、よくプロダクトで使われてるビニールは厚さが1ミリ程度か、結構それ以下らしいんですよ。このレッツさんのクリアシステム手帳はなんとビニール部分の厚みが 1.5 ミリ。私の使ってるスタディプランナーと比べてみると厚いのがわかりますよね。この厚さのおかげでくたーってならずに、パキッとシャキッとしてくれてます。このパキッとシャキッと感が結構品にもつながってる気がしますね。そして個人的に一番驚いたのがこのバインダー部分。今まで使ってきた手帳が革手帳の英語サイズのバインダーと
ビニールサイズのバインダーでイルビゾンテのバイブルサイズのバインダーの3つなんですけど、一番スムーズにかつねあんまり力を入れないで開閉できました。せっかくなんでね、持ってる手帳で比べてみようと思います。伝わりましたかね思いのほか伝わらないかもしれませんが、とにかくね、なんて言ったらいいんだろう、反動がね全然ない感じです。このスムーズさは体験してほしいですね。使ってるバインダーはドイツのクラウゼ社製のバインダーで、リング径は 20mm になってます。やっぱね、手元に届いちゃうと使いたくなりますよね。まだ10月なので2022年の手帳を使い出すまでにはあと 2,3 ヶ月あるんですけど、来年の手帳をもう手にした人は友達の誕生日とかちょこちょこ書き始めてるんじゃないでしょうか。私も結構フライングしちゃいがちです。せっかくなのでね、大いにフライングしてセットアップをしていこうかと思います。システム手帳はイルビゾンテのものをすでに使っていますが、使わなくなるわけじゃないです。どっちもね、使いたいっていう欲張りな気持ちから分けて使うことにしようかなって考えてます。早くね、2022年の手帳会議をしたくなりました。今のところイルビゾンテの手帳はマンスリーログ、そして今回仲間入りしたクリアシステム手帳をコレクションページ用に分けることにしました。ということでね、ちょっとセットアップしていきます。作るのは表紙と裏表紙。このクリアシステム手帳はスタディプランナーで使っている透明の手帳と同じで、表紙を変えるだけでいろんな表情を見せてくれそうですね。お気に入りの紙だったり100枚レターブックとかもいい表紙になりそうですね。私は黒で大人めに決めたいので、黒の厚紙で表紙を作っていきます。サイズは毎回測って印をつけるのは面倒なので、厚いボードを使って専用の定規っていうのかな、違うか、サイズテンプレートみたいなものを自分で作ってます。これね、結構便利なんですよ。折りたたみリフィルとか、これを合わせて印をつけて折ってます。最後に表紙感を出すために白いシールを貼って完成。今日はセットアップと言いつつ表紙と裏表紙しか作っていませんが、インデックスだったり中身もどんどん増やしていきたいですね。まあね、本格的に使い始めるのは2022年からなので、来年までもうちょっとお預けなんですけど、まあ絶対いじっちゃうでしょうね。今回このクリアシステム手帳はレッツさんから一足先にご提供いただいたんですが、こちらの手帳、文房具屋さんや Amazon、楽天で売ってるものじゃなくてクラウドファンディングなんですよ。知ってる方も多いかと思いますが、一応ね、
クラウドファンディングとは、思いに共感した人や活動を応援したいと思った人から資金を募って、その資金からまだ世に出てないような商品を開発したり、寄付したり、新規事業を立ち上げたりするものです。レッツさんは今回クラウドファンディングで中身が見える、自分らしく飾れる、誰かに見てもらうっていうことをコンセプトに、この手帳作りに取り組んできました。いつも持ち歩く相棒になる手帳だからこそ、どこから見ても自分らしくを大切にできるこの手帳は、私はいいなって思いました。この手帳、私も応援したいなとか、使ってみたいなとか、メインの手帳にしたいななんて感じた人は、ぜひレッツさんのクラウドファンディング幕開けのリンクを見てみてください。サイズはバイブルサイズの1サイズで、お色はブラウンとブラックの2色展開。概要欄と固定コメントに URL を貼っておきます。実際に手に取ってみて、イルビゾンテの全面革の手帳と、やっぱね、また一味違ってお互い個性が出てて、両方使っていくのが本当に楽しみです。これからこのチャンネルでもずっと使っていく手帳になるんじゃないかな。この手帳だけじゃなくて、これから生まれてくるレッツさんのプロダクトがすごい楽しみです。ということで、今日の動画は新しく仲間入りしたシステム手帳の開封動画でした。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。